カトリックの組織構造について。イントロダクション。カトリック教会は、信者数が最も多いキリスト教の一派であり、その組織構造は非常に複雑です。この動画では、ズンダモンと四国メタンが、対話形式でカトリックの組織構造を深掘りしていきます。彼らの対話を通じて、カトリック教会の組織構造が、どのように機能しているのか、その内部の役割分担と意味を、理解することができます。パパ教皇の役割。教皇って何するのだ？教皇はカトリック教会の最高位に位置する指導者で、全世界のカトリック信者に対する教義の解釈や指導を行うの。つまり、彼はカトリック教会の精神的指導者とも言えるわね。それから、教会法を制定して司教を任命するとか、教会の組織運営にも深く関与しているの。教皇の決定は絶対的で、カトリック教会の教義や方針を大きく左右するの。だから、教皇の役割はとても大切で、カトリック教会の組織構造と方向性を理解する上で、欠かすことはできないのよ。司教と司祭の違い。司教と司祭って何が違うのだ？司教と司祭の違いは役割と職務にあるの。司教は教区を統括する役職で、司祭の任命や教区の教育、福祉活動などを行うの。要するに、司教は教会の管理者という役割を果たすの。一方、司祭は教会や信者と直接関わって、ミサを執り行ったり、信者の国会を聞いたりするの。彼らは教会のサービス提供者とも言えるわね。だから、司教は組織を管理して、司祭は信者と直接関わる役割を持っているの。これらの違いを理解することで、カトリック教会の組織構造がどのように機能しているのかを、より深く理解することができるのよ。カトリック教会の階層構造。カトリック教会ってどんな構造なのだ？教皇が最高位で、その下に枢機卿、大司教、司教、司祭というように階層があるの。枢機卿は教皇の直下に位置していて、大事な教会の決定を助ける役割を果たしているの。大司教は大都市や大事な地域を担当していて、司教は教区を、司祭は教会をそれぞれ担当しているの。こんな風にカトリック教会は階層構造になっているの。この階層構造は教会の組織的な運営を可能にして、世界中の信者に対する一貫した教えや指導を提供しているのよ。まとめ。カトリック教会の組織構造は、教皇を頂点とした階層構造になっています。教皇が全体を統括し、その下の司教や司祭が地域ごとの教会活動を担当しています。このような組織性が、カトリック教会が世界中に広がり、大きな影響力を持つ一因となっています。カトリック教会の組織構造は独特であり、その理解は信者だけでなく、非信者にとっても有益です。それは社会、歴史、文化と深く結びついており、カトリック教会の影響力を理解するための鍵となります。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。